神回。どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆうてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2024年34号、ワンピース最新話1121話、時代のうねりを考察していきます。この1121話は、連載27周年記念会、ひとつなぎ。そしてコミックス111巻のスタート回です。111巻の語呂合わせはもちろん、日が3つで、秘密。111巻、つまり1121話から1130話の間で、ここからむしろ様々な秘密が明かされていくと予想します。ポイントはもちろん、10年前から僕が予想している1127話ひとつなぎでしょうか。その秘密の111巻のスタートが1121話、時代のうねり。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まずは1121話の予想を振り返りましょう。1週間前、1121話の予想はこのように考えました。こちらです。ベアバンクが結論付けた未来の結論とは何でしょうか。ベアバンクはラフテルへたどり着いたロジャー海賊団を話に登場させていますが、その結論とは例えば、沈みゆく世界を救うためには、ロジャーたちが残したワンピースを探せ。ここでしょうか。それならば、クローバーから受け継いだベアバンクは、ワンピースを手に入れろ。そんな風に発言しそう。1121話の類似話数は21話、121話、1021話です。そんな1121話の話数の語呂合わせ予想は、ツイン、真っ白な双子のようなニカボニーが再び登場して、サターンを殴り飛ばすのか。はい、1121話の予想は、かろうじて、ベガバンクの言葉がニアピンでした。先週の予想は、ワンピースを手に入れろ。天才ベガバンクがたどり着いた結論は、ワンピースを手に入れた者に世界の未来が委ねられる。だからロジャーは意図的に大海賊時代を生み出したと。それこそが時代のうねり。となると4年前に考えたこちらの考察もニアピンでした。嘘つきではない正直者のノーランドの絵本には黄金は海に沈んだと書かれていた。一方嘘つきなロジャーのワンピースを探せという真意は、沈みゆく世界を止めるためにワンピースを探せ。ノーランドとロジャーは表裏一体。一つなぎの代表は大地、国の跡地なのか。ノーランドの話を民衆は信じなかったが、ロジャーの話は信じて大海賊時代の幕を開けた。ノーランドは本当は正直者だったが、ロジャーは本当はある意味嘘つきだった。これがワンピース27周年記念会ひとつなぎ。それは作中で3度目の時代の夜明け、うねりです。1度目は大海賊時代を生み出したロジャー。2度目は中間地点で確認した白ひげ、バギーが配信。3度目が最終章でワンピースを煽るベアバンクです。ベアバンクと白ひげは表裏一体だとすでに考えましたから、この予想は当たっていたようです。これが1121話の話数の語呂合わせ1つ目。人々に言う。人々に言う。さらに続けて1121話の話数の語呂合わせ2つ目。インビトゥイン。インビトゥイン。インビトゥインとは仲介者。つまり、小原の意思を世界に伝える役割の男。それがベアバンク。また先週この1121話では D の意味が明かされるとも予想しましたが、こちらは外れていますから先週の予想は20点です。先週1120話の最後のコマが D とは何かで終わっていることから、この1121話で D が明かされると予想し、それならば類似話数1021話デモニオとつながって、そこからデーモンの語源である大門へとたどり着いて、D イコール大門と予想しました。しかし1121話で D の話はない。それなら D の意味とはやはりドーン、夜明けなのか。この1121話のタイトルは時代のうねり。そしてベアバンクはロジャーと白ひげの陥落は新時代の幕開けに過ぎないという。ここでのポイントは幕開けです。一般的な辞書によると幕開けと書くのが普通ですが、幕開けではなく幕開けと書いてあります。それはつまりドーン、夜明けを表している。やはり D とはドーン、夜明けなのか。しかしながら先週考えた大門説も考察の穴が少なく面白いので捨てがたいです。なぜなら一応先週考えた大門とは神であり悪魔。そしてこの1121話は神の回です。ボニーは神である天竜人を否定して、太陽の神ニカこそが本物の神だと示しています。それはまるで空島編のルフィのよう。空島編のルフィこと太陽の神ニカの片鱗はこのように考えました。こちらです。ワンピースの世界において神とは支えです。これは月の民シャンディアの酋長が言っていました。しかしワンピースには人々の支えとなる本物の神と偽物の神がいるようです。偽物の神とはもちろん自称神天竜人です。
天竜人とは自称神であり偽りの神なのです。そしてさらにもう一人偽りの神がいます。ゴッドエネルです。298話のエネルセンデルフィーは神だ神だとうるせえな、何一つ救わねえ神がどこにいるんだとエネルを蹴飛ばしていました。ルフィはその後偽物の神エネルを倒したわけですが、この1話前297話でコニスはねえスー、神様っているのかな、この国を守って神様と神に願い、そして絶望の空島を救ったのはルフィでした。つまりシンプルに考えるなら本物の神とはルフィとなるかもしれません。それでは本物の神とはどんなイメージなのでしょうか。これも偽物の神天竜人から読み解けるかもしれません。自称神である天竜人たちは D を神の天敵だと言い D に食われてしまうなどとまるで D を悪魔のように扱っています。これは現実世界における大航海時代に領地を広げていく侵略者たちはその土地の原住民の神を悪魔と認定して滅ぼしていました。つまり D とは悪魔ではなく、むしろ別の部族から見れば神だったのでしょう。D とは太古の昔原住民たちが信仰した神ならば D の一族とは神の一族となるかもしれません。神と呼ばれたエネルを否定したルフィと神と呼ばれたサタン星を否定したボニー、そして大門とは神であり悪魔です。すると D の意志とは大門の意志、古代文字の意志、古大門たちの意志、すると滅ぼされた王国の名前は大門王国なのか、それはまだわかりませんが、ゴール D とはゴールは D、 物語のゴール地点は D の王国という意味でしょうか。それは4年前から考えているように、やはりラフテルとは滅ぼされた王国の跡地、都市こそが最終地点なのか、さらにその都市は氷漬けになっている。ゴール D とはコール D？ D の王国の都市は凍っているのか、そして全ての謎が解けるとき、氷も溶けるのか、さらにその都市がある島、ラフテルは海底の底にある。海底監獄インペルダウンのように、それがゴールは D。インペルダウンのマークもちょっと D っぽい。脱線しましたが、次に考えたいのは、先週的中できた1121話の語呂合わせ、人一つイン、人一つイン。この予想は類似話数からの予想ではありません。話数の語呂合わせからの予想でのみたどり着けました。語呂合わせは存在する。しかしワンピース界隈にはこうした語呂合わせの合致を感想のみで否定する博識風な人たちが数多くいますから、良い子はユデロンを見てはいけません。ユデロンの船に乗っていいのは悪い子だけです。そんな話数の理論をさらに修正して固めていきましょう。類似話数21話ではブードルが死んでも構わんと考えていた。一方1121話ではボニーが死にたいとも思った。どちらも同じことを言い、どちらもルフィが解放しています。次に121話ではブロギーがミスター3のローで固まって立てない、盾もない。一方1121話でブロギーは太陽の盾でニカを守っています。それはこちらの動画で考えた盾と盾のダジャレが成立。もちろんミスター3とは3=3。次に1021話デモニオではロビンが悪魔となって毒蜘蛛であるブラックマリアに鉄槌を下す。その当時的中できた語呂合わせは鉄槌。悪魔化したロビンがブラックマリアの手足を折る。一方1121話ではボニーが神ニカとなって毒蜘蛛であるサタン星に鉄槌を下している。サタン星の手足がもぎ取れる。雲つながりです。そしてまだ雲つながりはあります。それは雲の百役とのつながりです。見たこともない大きな波が来る。彼らはその波に負けちゃいけない。ほら聞こえる？時代が少しずつうねり始めている。雲つながりで時代のうねりがつながっています。うねりとは曲がる、そして大きな波という意味です。百役の予言は見たこともない大きな波が来る。そして1121話の扉絵には大きな波ではなく見たこともない大きな波が来た。大きな波がセクシーに体をうねらせている。これには僕のキノコもなぜかうねる。この芍薬のセリフは514話、体からキノコが生えるだけ。あひゃひゃとニカのように笑うルフィ。キノコとは以前も考えたように鬼の子キノコでありキノコ。やはりニカとは願いが叶う木バニヤンツリー。ゴムの木の天然樹脂の精霊神なのか。ルフィの目の下には木って書いてあるし、そしてこの1121話ではボニーの願いが叶っています。
ボニーが願ったニカパンチをサタン星に放って、さらにボニーの真の願い、クマやボニーの無念も晴らしています。ボニーはクマとジニー、二人の祝福、愛によって救われました。これが1121話の話数の語呂合わせ4つ目。人々の慈愛。人々の慈愛。1話、ウィキペディアによると、慈恵から愛と読みます。さらに5つ目はトリッキーな語呂合わせ。愛ジニー。ジニーの愛とクマの愛で支えられたボニー。二人の慈愛がボニーの命を未来へ繋いでくれた。人の愛こそが神。愛の人こそが神。そのように読み解けます。神とは支え。太陽の神ニカことルフィは巨大化してボニーの後ろから支えています。この時、自我のないクマが少し微笑んでいる。クマ、ジニー、ボニーの無念が晴れる。晴れろードーン夜明け。それが解放の戦士、太陽の神ニカ。1021話がデモニオ、悪魔の回なら、この1121話は逆に神の回。太陽の神ニカの回です。そしてその裏で語られているのは空白の100年戦争。ここで古代兵器について語るベアバンクのセリフとともに、古代兵器ポセイドンこと人魚姫白星が描かれて、古代兵器プルトンのありかが記されたポーネグリフが存在したアラバスタのビビも描かれて、その次に描かれているのが空島スカイピアの月の民たちです。つまり空島は天の神の名を持つウラヌスを表現しているのか。僕は古代兵器ウラヌスとは太陽の神ニカこと人々の実、悪魔の実そのものではないか、そのように考えてしまいましたが、ここで雲に覆われた空島スカイピアが描かれたということは、そのままストレートに雲に覆われたイムホーことあの兵器が古代兵器ウラヌスである可能性が高まったかもしれません。ただしルフィもギアセカンドで蒸気を放ち、さらにギアフィフスニカでは雲の羽衣をまとっています。ニカも雲をまとっている。ウラヌスとは雲に覆われたニカなのかイムホーなのか、これもどちらか迷います。ただし4年前こちらの動画でも考えましたが、雲と雲のダジャレからはなぜか古代兵器のイメージを感じ取れます。この時は古代兵器プルトンについて考えていましたが、雲は古代兵器ウラヌスを表しているのか。さらにベアバンクは世界でわずかながら生き残っている希少な3つの種族についても語っています。1、バッカニア族の生き残りバーソロミュー・クマ。クマは太陽の神ニカに憧れていた男です。2、ルナーリア族の生き残りキングことアルベル。アルベルはジョイボーイを待ち望んでいた男でした。3、ミツメ族の生き残りプリン。3イコール3。3人とも数奇な運命をたどっていますが、この3つの種族は滅亡を望まれていると言います。つまり900年前この3つの種族はニカサイドだったのでしょう。900年前あの世界は一つの超巨大な大陸、一つなぎの大陸だった。バッカニア族もミツメ族も、そしてワノ国も一つの大陸だった。ワノ国はかつて世界と接していたのだ。それを分断したのが古代兵器による世界の沈没。それを阻止しようと3つの種族はニカに加担したから世界政府に根絶やしにされたのか。種族とは英語でスピーシーズ。そして生き残った者たちはいわばかけら、ピースたち。スピーシーズたちもある意味でワンピース。するといつの日かキングもルフィたちの味方になるのか。キングはジョイボーイ伝説を信じて世界が変わることを願っていました。キング、ボンちゃん、ドフラミンゴたちはいつの日かインペルダウンを脱獄して飛び立ち共闘するのか。ただそのキングを人体実験していたのはベアバンクお前やんけ。これまでの発言からも分かるように欲があった過去のベアバンクは善や悪の概念が希薄です。そして最後の見開きではワンピース争奪戦のメンバーが揃う。これが1121話の話数の語呂合わせ6つ目。人々の舞台。人々の舞台。最終章の舞台に役者が揃いました。そのメンバーは四皇シャンクス、四皇ルフィ、四皇黒ひげ、四皇バギー、海軍元帥杯、海軍の英雄コビー、革命軍反逆竜ドラゴン、革命軍炎帝サボ、黒ひげ海賊団青生地九山、さらには謎のイム様、そして神の騎士団ガーリングセイ、さらに謎の神の騎士団長のシルエットもあります。このシルエットの雰囲気はシャンクスに似ている。シャンクスのグリフォンやロジャーの愛とエースのようなカトラスの剣を持っている。この騎士団長については1年前このように考えました。こちらです。
神の騎士団のシルエットは9人。リーダー格の中央の男はシャンクスに似ている。フィルムレッドでシャンクスはゴッドバレーで拾われたフィガーランド家という天竜人の血筋だと匂わされていましたが、神の騎士団のリーダーがもしもシャンクスの双子もしくはシャンクスの血縁者である可能性があるのか。それならばこの1083話の類似話数183話にマネマネの実のミスター2ボンちゃんが登場していることにもつながるのか。シャンクスそっくりの血縁者が登場する可能性。もしもそうであればルフィと戦うラスボスはイム様でも五老星でも黒ひげでもなくシャンクスに似ている男。それはある意味でルフィ VS 赤髪。ルフィはシャンクスに似ている男と最後に戦うのか。その男の名前はフィガーランド・ローラン星もしくはオルランド星。ローランとはフランスの騎士物語シャルルマーニュ伝説で王を守るパラディン聖騎士です。そしてイム様とは仏、仏国、フランスを表す。ならば神の騎士団のモチーフは十二勇士がモチーフでしょうか。この十二勇士は数々の不思議な武器を持っていましたから、神の騎士団たちは最上大技者12項を持っているのか。最上大技者12項イコール十二勇士のイメージ。もしも神の騎士団のリーダー格がシャンクスの血縁者で赤髪だったなら、その男はもしかするとロジャーの愛刀エースをなぜか持っている。つまりルフィが最後に戦う相手はある意味でシャンクスとエース。ほう、俺たちを超えるのか。このパターンはラスボスにふさわしいかもしれません。そんな妄想考察も可能でしょう。この可能性があるなら3年前に話題になっていたシャンクス双子説が再び浮上してくるのか。はい、ケツ出しジョンさんをバカにする人もいますが、25巻の表紙は全員4校になる説の的中や、全てのワンピースファンに嫌われたシャンクス天竜人説、そしてシャンクス双子説などなど、過去の考察は光るものが多いです。僕は考察者ですから、人となりではなく考察のみで評価します。とにかく謎のシルエットの男はどんな顔なのか。おそらくはシャンクスにそっくりな男でしょう。なぜならこの1121話の語呂合わせが人ツイン、双子のようなシャンクス、フィガーランドガーリング星の息子が神の騎士団の騎士団長なのか。小田先生は30年前19歳の頃シャンクスを騎士団長と設定していました。以上です。今回ついにタイトルに時代のうねりが使われました。145は受け継がれる意志、225は人の夢、1121は時代のうねり。すると今後登場しそうなタイトルはチョッパーの5人目、ロビンの6人目、ジンベエの9人目、ニカルフィーのギアフィフス、そして太陽の神ニカ、ジョイボーイ、ネロナイム星などこの辺りは登場しそうです。つまりワンピースはまだまだ終わらねえ。続いては次回1122話の展開を話数の理論から読み解いていきましょう。1122話の類似話数は22話、122話、1022話です。22話はあんたが珍獣、森の番人ガイモンさん。この22話は特殊な回です。語呂合わせではなく英語の慣用句が採用されていると考えます。それはキャッチ22。キャッチ22とは英語で身動きが取れないという意味です。これはアメリカ空軍を描いた小説名がやがて慣用句になったそう。22話のガイモンも宝箱にミラクルフィットして身動きが取れない。こことつながるなら、例えば以前考えたようにニカルフィーとエメトがまさかの合体をしてミラクルフィット、もしくは空軍つながりでエメトは背中のホバーで空を飛ぶか。次に122話は死人は役に立たぬ。ゾロと赤鬼ブロギーはローで固められて身動きが取れない。そこでゾロとブロギーは手足を切ってミスター3に挑むという。ここともつながるならエメトは手足を切るのか。また122話では頭が燃えるミスター3に驚くルフィ。それならばやはりエメトは1122話で火を自らの体を発火させるのか。次に1022話は花形登場。ここでも発火する種族ルラーニア族の話です。そんな1122話の話数の語呂合わせ予想はいい夫婦。ルフィとボニーは引き続きダブルニカのいい夫婦か、それとも合体パターンがあるならルフィとエメトがいい夫婦か。インビジブル、つまり目には見えない。
これが何を表すのか予想はつきませんが、インビジブルという語呂合わせは成立しています。0を前につけてマル秘秘術。秘術とは古術とも呼ばれる鉄砲のことです。エメトの隠された力、背中の4つの筒が火を吹くのか。以上です。皆さんはどう思いましたか。ありがとうございました。チャンネル登録してね。謎を解く鍵はより一体語呂合わせ、最強を忘るの理論に滑り倒すダジャレと音痴な私の考察には敵が多すぎる。謎を解く